ご視聴ありがとうございます。今回は、とある路線の秘められた過去に迫ります。線路切り替えの前に列車が走っていた意外な場所と、謎に不便なターミナルができた理由、そして橋のたもとにあった国内唯一の設備に注目です。ここは愛知県を中心に路線網を展開する名鉄こと名古屋鉄道の飛び地路線、名鉄瀬戸線の起点、栄町駅です。名古屋市営地下鉄のトルバコ路線、東山線の栄駅から微妙に離れた栄町駅を起点とする瀬戸線は、名鉄の他の路線と線路がつながっていない飛び地路線となっています。この路線自体も色々見どころ満載なのですが、今回ご紹介するのは、その地下区間です。瀬戸線は、栄町駅を出てから2キロ弱にわたって、地下区間を走行します。複線箱型トンネルの中央だけに照明があるこのトンネルは、名鉄名古屋駅の周辺にもありますが、国内では非常に珍しいものです。そしてこのトンネル区間にある唯一の中間駅が、この東大手駅です。乗降客数は栄町駅の8分の1にも満たない駅ですが、市役所や県庁も近く、急行と準急も含むすべての列車が止まります。東大手駅を出た列車は上り勾配で高さを上げ、右カーブで地上に出ると、たちまち高架線に切り替わり、次の清水駅へと繋がっていきます。これだけではさほど変わったところもないように見えますが、上り列車から見ると、様子が変わります。左カーブに入る手前で、高架線からまっすぐ伸びた位置に空間が続いているのがわかるでしょうか。この部分を空中写真で見ると、そのからくりが見えてきます。カーブの外側には三角形の土地があり、向かって左上には曲線状の土地があるのがわかります。そしてこの土地は南北に伸びる道路を横切り、地下線になっている路線の方へと合流していくように見えます。そう、これこそが瀬戸線が地下になる前の線路跡であり、今回ご紹介するのがまさにこの部分というわけです。というわけで、高架線が左カーブになるあたりにやってきました。右に伸びていた9線の跡は思いのほかはっきり残っており、高架線の側道があるので少々わかりづらいですが、下り方からまっすぐ線路が伸びていたことがわかります。そして駅間にあるこの三角形の土地は、今から50年近く前、重要な役割を果たしていた場所です。地下線が開業したのは、1978年8月。かつて地上を走っていた瀬戸線の経路は、今とは異なるものでした。終点の堀川駅は、文字通り西を流れる堀川に名前を取ったものであり、途中にも複数の駅があったのです。そしてここ堀川がターミナルになったのには、瀬戸線の成り立ちが関係しています。終点の終わり瀬戸駅をはじめ複数の駅についている瀬戸の文字、これは焼き物で知られる瀬戸焼のことでもあり、瀬戸線自体、その瀬戸焼の輸送が目的の一つでした。水運が活発だった当時、川の横をターミナルとすることは、ごく自然なことだったのです。一方で時代が変わり、旅客輸送が主体となると、国鉄や地下鉄との接続が悪い堀川駅は利便性に劣ることから、地下化の際に経路が変更されることになりました。栄町駅が新たなターミナルとして設定され、清水駅の上り方で地下に入る経路が計画されたのです。1976年2月には、堀川土井下間の運行が終了し、土井下駅は300メートルほど下り方に移動した上で、一面一線の仮駅として営業することになりました。78年8月に地下線が開業するまでの2年半ほど、乗客はこの駅でバスに乗り継ぐことになっていたのです。ちょうどその間に撮影された空中写真を見ると、線路が単線になっている様子や、南側の土地にバスが停車している様子がよくわかります。なお、地下線の開業に伴って、仮駅だった土井下駅は廃止されました。短期間しか営業しなかった土井下仮駅ですが、その当時の駅舎は、名古屋本線の左京山駅の駅舎に転用され、建て替えられるまで残っていました。なお、切り替え地点から先の地上線は、地下線の開業に伴って高架化されたものではなく、10年以上後の1990年に高架化されたものです。現在、高架線の下は駐車場として活用されています。この先の地上の勾配を利用して、高架から地下へと駆け下りているというわけです。そしてこの曲線の外側にある9線の跡地。ここは住宅街のど真ん中ですが、複線分の幅はそのままで、丸ごと道路になっているわけでもなければ建物が建っているわけでもない、不思議な土地になっています。そしてこの土地は、
道路を横切った場所にも続いています。交差点の真ん中を横切った後、線路があった部分は今でもよくわかります。正面には建物が張り出していますが、それはあの一軒のみで、奥の空間はそのまま残っています。上り坂になる線路の真横にあったのが、仮駅に切り替わる前の土井下駅の跡地です。道路は高さを上げていく一方、線路はそれにはついていかず、あっという間にこの高低差。擁壁のある位置からも、高低差がよくわかります。そしてここから100メートル余りのところにあるのが、冒頭でご紹介した東大手駅です。この駅は明治末期には開業していましたが、戦時中に駅の統廃合が行われた際に休止扱いとなっていました。その後、地下線の開業に伴って本設駅として復活し、現在に至っています。なお、この東大手駅がリニューアルされたのは2017年のことです。それまでは薄暗い雰囲気の漂う駅で、天井には空調用のダクトが張り巡らされていました。リニューアルでバリアフリー化も達成されましたが、かつての駅の痕跡は、通常は使用されない階段や、天井にそれとなく擬態したダクトからも読み取ることができます。なお、古めかしい列車接近表示灯は健在で、綺麗になった駅で異彩を放っています。話を地上に戻します。旧土井下駅の跡地から道路は高さを上げ、線路の反対側も同じように高さを上げているため、一見すると切り通しのように見えますが、切り通しにしては随分と幅が広いように見えます。実はこれは、線路のために設けた切り通しではなく、もともと切り通し状になっていたところに線路を通したのです。この巨大な切り通しの本当の姿こそが、駅名にも現れています。そう、東大手というのは、名古屋城の東大手門があったことから取られたもので、東大手門の後は駅の南側に残っており、この切り通しは、もともと名古屋城の堀だった場所なのです。瀬戸線が下り方面から延伸してきた際、線路を通す場所がなかったため、ここに線路を通すことになったというわけです。終点の堀川駅まで瀬戸線の9線は堀の中を通っており、この区間が廃止されるまで、お堀電車の名称で親しまれてきました。廃線になってから線路は取り外され、痕跡は残っていませんが、今でも草刈りなどが行われているらしく、場所によっては地面の形もよくわかるようになっています。なお、地下線に切り替わった時に東大手駅が復活したのは、名古屋城の歴史を語る名称を復活させるためで、駅前には銘板も置かれています。これから、その廃線跡をたどっていきましょう。広い堀ですが、線路自体はまっすぐというわけではありません。ぐねぐねと曲がった線路の後にあるのが、この区間でも有数の見どころの一つ、サンチャインカーブです。サンシャインではありません。堀の南東にあたるこの場所では、堀が直角に折れているのに合わせ、線路も直角に曲がっています。堀からはみ出さないように曲線を敷くため、半径はおよそ60メートル。サンチャインとは、ヤードポンド法の長さの単位である1チェーンがおよそ20メートル、それが3つでおよそ60メートルということから、3チェーンがなまって付けられた名称です。制限速度は20キロで、当時の車両は現在より小型だったとはいえ、通過するときには轟音が響いていたそうです。この下り方に S 字カーブがあるのは、堀の中で可能な限り曲線を緩くするためです。時代の流れから取り残されたような空間ですが、ここからは大通りの脇になるため、周囲は少々賑やかになります。なお、ここから100メートル足らず登り方には、久屋駅という駅がありましたが、戦前に廃駅となっています。駅は橋のたもとにあったようですが、今では痕跡は残っていないようですね。そして、廃止時点で残っていたお堀区間2番目の駅が、次の大津町駅です。5車線道路の下を抜けた西側に、その駅の痕跡があります。そう、向かって左側、歩行者用信号機の下にある柵のあたりが、駅への入り口です。柵の奥には下り階段があり、L 字になった階段は、堀の地面の高さまで続いています。途中には名古屋鉄道の名前の入った立ち入り禁止の看板もありますが、2012年に廃止区間の土地は国交省や名古屋市に寄付され、現在は名古屋市の所有となっています。反対側から見るとこの通り、かなり立派な階段だったことがわかります。この駅、かつては二面二線の構内に渡り線と引き上げ線があり、お堀区間の3駅で最も乗降客数が多く、名古屋側の拠点駅として賑わっていました。拠点駅とは比喩ではなく、
この先の堀川駅までは1本しか列車が入れなかったこと、同駅までは並行する市電に需要を取られていたこともあって、多くがこの駅で折り返していたのです。駅舎も立派ですが、右下にある、決戦輸送にご協力くださいと書かれた看板に、戦時中の雰囲気が読み取れますね。線路はまだまだ続きます。ここから先に1列車しか入れなかった理由というのが、次の本町駅の近くにあります。その本町駅があったのがこの辺り。この西側には本町の名前のついた橋もありますが、そのたもとから直接降りていたわけではないらしく、道路へつながる階段は、橋の手前あたりから伸びていたようです。人が通る目印のようになっている場所だけは草もまばらで、その左側には、なだらかな傾斜の土地に、階段状になったレンガ造りの部材が残されています。道路の拡張か何かで痕跡が減ってしまったのかもしれませんが、駅の規模相応に、大津町よりも小さな入り口だったようです。そしてこの先にある本町橋は、これまで見てきた橋とは大きく異なっています。橋の名前にも本町の名前があるものの、大津町駅とは違って小さな橋です。そして、欄干の幅が非常に狭くないでしょうか。そう、実はこの橋、ほぼ単線分の幅しかないのです。このため2つの列車が同時に行き交うことができず、大津町から堀川までは一並則の扱いとなっていたのです。そしてこの橋の下の線路は単線ではなく、それぞれを微妙に離したガントレットと呼ばれる構造になっていました。瀬戸線の9線には他にもこのような構造の場所がありましたが、いずれも廃止前に改修され、この1箇所を残すのみとなっていました。分岐器を設置せずに線路を分けられる便利な仕組みですが、欧米の路面電車などで見られる方式で、国内ではここだけでした。そして次の堀川駅の様子は、この先の図書館につながる橋から見ることができます。広大な空間の奥に見える場所こそが、かつての瀬戸線の起点、堀川駅の跡地です。構内は2面2線の相対式で、南側のホームと一体化した木造駅舎が最後まで使用されていましたが、北側のホームは末期には使用されなくなって線路も外され、一面一線として運用されていました。廃線が近い頃には多くの列車が大津町駅で折り返していたため、列車は40分間隔と、都市部のターミナルとは思えない少なさでした。水運の衰退によって駅が錆びれる一方、中心部から微妙に離れていたことや、市電と並行していた輸送人員が伸びる余地が乏しかったことも、本町駅のガントレットが改良されなかった遠因と言えそうです。一方、この駅の跡地には、駅と路線の歴史を記した看板が設置されており、今回取材した中で確認できた限り、このような看板はこれだけでした。痕跡のなくなった場所もありますが、土地を確保するためにユニークな場所に線路を通すことになり、時代の流れとともに変化した瀬戸線の遺構は、今でも随所に残っています。市街地からも近いので、訪ねてみるのも面白そうですね。ご視聴ありがとうございました。